はい、皆さんこんにちは。アクタス商品開発の野口玲と申します。で、前回に、引き続いてですね、椅子の特集なんですけど、今回はですね、もちろんダイニングチェアなので、食事をとることがメインではあるんですけれども、それ以上にラウンジチェアのようにその後の時間を大切にできるみたいな椅子をちょっと紹介してみたいなと。デザインのバリエーションもすごく豊かになってくるので、なんかちょっと一つ一つちょっとこだわりながらご説明できると嬉しいなと思ってます。まず一つ目なんですけど、ちょっと紹介してみたいのも本当にラウンジのようにってさっきお伝えしたんですけども、これがホースシューという椅子になりまして、デンマークのデザイナーのハンス・サンガイ・ヤコブセンというデザイナーさんと一緒にものづくりしたロングセラーになっている椅子ですね。でちょっと座ってみたいなと思うんですけど、やっぱり私たちよく馬蹄形っていう言葉を使うんですけど、おおらかに体を囲むようにアームと背もたれがつながってるんですけれども、やっぱり座る時も手を置くことができて、そこからゆったりと体を預けることができる。で奥行きもやっぱりすごくしっかりしているので、食事の時には、背もたれあまり使わずに取ることができるんですけれども、その後の余白の時間を、ちょっと本当はね足組むと体に良くないかもしれないんですけど、このように、ゆったり過ごせる、そういうコンセプトをもとに作られた椅子になります。ダイニングのスペースってご家族とか友人とかがいれば顔と顔が合う、そういうスペースになるんですよね。リビングのスペースってすごく大きなお部屋であればみんなで囲むこともできるんですけど、リビングのスペースってどちらかというと目の前にテレビがあったりとか、人と人が会話する時って横方向の会話になるんですね。なのでダイニングの方がすごく輪が生まれて心地よくて、そちらの方でくつろぎたいっていう方も結構多くいらっしゃいます。でそういった方にはこういう余白の時間まで使える椅子の選択肢っていうのはすごく豊かなことだと思います。どこでくつろぐのかっていうのはリビングで決められてるわけでもなく、その人たちの癖に応じて選んでいければいいっていうことだと思うんですね。この椅子アクタスの店頭で見かけたら触っていただきたいです。すっごい穏やかな木肌の肌触りが多分感じていただけると思うんですね。これ実はちょっと素材が変わっていてマホガニー材なんですね。でよく市場に出回っている家具に使われるマホガニー材っていうのはアフリカ原産のものを愛称として呼ぶものが多いんですが、これは実はベトナムで作ってる椅子になるんですけど、昔フランス政府がベトナムに中南米産のマホガニー材を植林したんですね。でそれがいつの間にか森になっていてしっかり育っていたことが分かったんですね。で、まさかベトナムでマホガニが手に入るなんてことは思ってなかったんですけれども、なので今回はそのデザイナーのハン・サンガイ・ヤコブセンとそのベトナムで育った本当に綺麗な本物のマホガニを家具に使いませんかって言って実は作り上げた木自体もすごく貴重なものでできています。なかなか他では味わえないデザインと、素材の良さが感じていただけると思うので、ぜひぜひ触れていただきたい一脚であり、ダイニングのシリーズになります。はい。で次なんですけども、これも本当に食後まで本当にラウンジのようにくつろげる椅子の本当に代表作だと思います。日本の丸二木工さんと、デザイナーの深澤直人さんが、作り上げた広島という椅子ですね。本当に今日本のデザインって世界中で本当にすごく高く評価をされていて、でその中で日本のモダンな家具デザインの魅力を多分一番中心で力強く伝えてくれているのが多分この椅子だと思います。すごいです本当に。で何年か前にアメリカのアップルが雲仙客実はこの椅子をオフィスに採用されたっていうぐらい、本当に世界を代表するクリエイティブがそのオフィスに選び抜いたのがこの広島チェアになります。で本当に座った時もよいしょ
やっぱいいと思います。先ほどの報酬チェアみたいに本当にこうゆったりと体を預けることができるっていうことだったりとか、あとはすごいやっぱり綺麗だなっていう思うのはこういうラインの出方なんですよね。やっぱりすごい綺麗に加工されているので、こういったところ穏やかにこうちょっとこうなんていうんですかね、石鹸が溶けるようなこういう木肌の緩さと、ただ緩さだけではなくてこういうラインの綺麗さっていうものが多分照明とか当たった時にデザインの造形をしっかりこう浮き立たせてくれるんですよね。日本のモダンデザインの中心としてその価値を届け続けてくれている、本当にこれからもう何十年も何百年も残っていくデザインの筆頭だと思います。で、隣にあるのでちょっとご紹介したいなと思うんですけど、これは本当にラウンジのようにくつろげるっていうこととはまたちょっと違う視点かもしれないですね。ご存知の方も多いカール・ハンセンが作っている CH24 番、通称 Y チェア、ハンス・ウェグナーがデザインしたものになるんですけれども、この椅子のいいところっていうのは座り心地とかの、総合力っていうことかなっていうふうには捉えています。背もたれもそこまでこう厚みがないので、正直言ってこう体を預けた時にじゃあ背中がすごく心地いいかというと、ここの部分は多分そんなことはないんですね。なんですけどここの相性の元になっているここの Y の字ですよね。こういったところが同時にこの背中の下の部分をちょっとだけ支えてくれることによってこの辺の居心地がとてもいいということだったりとか、ハーフアームではあるんですけれど腕がしっかり置けるっていうこと。あとはハーフアームだからこそ前足のところにここにフレームがないので多方向を向けるっていうことですね。体の姿勢に対してすごくこうバランスよく居心地を作ってくれる。だからこう食事のためだけではなくてこう体をちょっと変えていきながら食後の時間までも一緒にいてくれる、そういう椅子なんだと思います。シンプルではあるんですけれども本当にウェグナーらしい少しのこう優雅さがありますよね。光脚見ていった時にこうシンプルすぎないというか、その中に少しこう色気があるようなあるデザインっていうのが使う満足感みたいな、そういう気持ちにもつながるんだろうなっていうふうに思っています。めっちゃ喋りたいんですが次に行きますじゃあ移動します。で、次ですね。こちらの椅子になります。675チェアという椅子で、これもアームが背もたれからアームにかけてこう体を包んでくれる感じのデザインのものになるんですけれども、これもちょっとコンパクトの椅子に見えますけれども、やっぱり体をしっかり、ラウンジのように支えてくれる椅子の代表格かなというふうに思っています。で、我々で扱って多分6年7年ぐらいになるのかなと思うんですけども、すごいご好評いただいている椅子の一つになりますね。で、これはデザインしたのが、ロビン・レイっていうイギリスのデザイナーなんですね。で、こういう成形合板って言ってこの合板を貼り合わせた素材っていうのが戦時中に実は開発をされてですね、で40年代にはアメリカでイームズが、この成形合板を使って椅子を作っていて、でその当時、実はヨーロッパでも50年代に入るとアロネ・ヤコブセンがアントチェアとかセブンチェアの開発に入っていったりとか、ドイツの方に行くとまた別のエーゴン・アヤマンという方が成形合板の椅子に取り組んだりとかしてて、世界中で実はムーブメントがあったんですね。でやっぱり新しい素材とかそういったのが生まれた時ってやっぱりデザインが入っていく、そういう余地になっていくんですね。でその当時にあまり知られていなかったんですけれども、イギリスでそのロビン・デーが作り上げていったのがこの675の椅子になるっていう椅子になります。当時すごく珍しかったのはこの3次曲面に曲げて背もたれからアームまでを一体で作る椅子っていうのが当時ほとんどなくてですね、その先駆けになった椅子の一つと呼ばれています。実はそういうデザイン的歴史的な価値もすごく高いんですけれども、それ以上にこの椅子の佇まいと
ラウンジのような包容力っていうのを気に入ってくださって買われている方が多いんじゃないかなと思います。はい、すごく座り心地から人気がありますね。で、あとこちらの椅子ですね。こちらちょっとキャスター付きの椅子になるんですけれども、フォーチェアという椅子になります。こちらはですね、ラウンジのようにもちろん使うこともできますし、それ以上にキャスターが付いてたりとか、あと少し昇降機能といって、上に上がったり下がったりすることができたりとか、少し後ろに倒れる機能がありますので、もちろん食事用としてダイニングの周りで使っていただく。で、キャスターとかやっぱりこう回転機能があるとアームチェアではあるんですけど、すごく立ちやすいですよね。こういうふうにね。包容力と、あとはその機能性っていうのをしっかり兼ね備えているっていうのがまず一つ。で、あとは少しこういったところで少し仕事をしたいなっていう方にも十分対応ができる椅子ですね。こういうキャスター系の椅子をダイニング合わせるとどうなんだろうってちょっと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、これを今テクタの M21 というテーブルに合わせているんですけれども、全然違和感ないなっていうのは感じていただけるんじゃないかなと思っています。で、こちらの椅子もアクタスと倉本仁さんと製造はカンディハウスさんと、あとは少しねお仕事もみたいなことを考えて作った椅子になりますので、オフィスメーカーの国用さんの知見を入れながら開発した椅子なんですけれども、いろんな用途で綺麗なデザインが欲しいなっていう方たちにいい感じで刺さってる椅子になります。はい、というわけで、今回の後編はですね、本当にこう食卓の周りで、食事の時間だけではなくて、その後のくつろぎっていうことを考えられてデザインされた椅子というのと、少しちょっとこういった機能的な椅子っていうのもご紹介させていただきました。デザイン選びってすごく自由なので、正解も不正解も多分ないと思うんですね。ただ本当に椅子っていろんなデザインがあるので、選ぶのが難しいのと、すごく短絡的に選んでしまうと、やっぱり使いにくさだったりとか、そういったものにつながるのかなというふうに思ってます。好きなものでありながら、そして使いやすい暮らしに合ったデザインっていうのを皆さんがアクタスの中で見つけていただけるととても嬉しいなと思ってます。以上になります。ありがとうございました。